ノマリンのポッドキャスト。ノマリンテレビをご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。ノマリンです。2021年になって新しい企画に挑戦してみたいと思って、最初から最後まで全部日本語で話すつもりです。今これを聞いている皆さんの中で日本語が全然わかんなくて困るっていう方もいらっしゃいますよね。特に私のチャンネルは韓国からの視聴者が多いですので、日本語がわかんない方も楽しめるように韓国語の字幕がついてます。あと時間ができる限り英語の字幕も追加するつもりだから、皆さん安心して聞いてください。さあ皆さん、いきなり質問ですが、ポッドキャストってご存知ですか？ポッドキャストはいわゆるネットラジオみたいなことで、実は私が YouTube を始めるずっと前からやってみたいと思いました。なぜなら私の最近 YouTube の視聴パターンを考えてみたら、意外と見る方より聞く方が多いんです。私は YouTube を見るときにパソコンよりスマホでよく見るし、ずっと画面を見ている時間より家事や仕事などをしながら音楽とかポッドキャストみたいに音だけを楽しむ時がもっと多かったんですよね。だから今これを聞いてくださる皆さんも、皿洗いや洗濯などの家事をするとき、通学または出勤の電車の中でぼんやりしているとき、あとはのんびりしながら家で休んでる時とかに気軽く聞いてくださると嬉しいなと思います。実はここ数年間日本語をあんまり喋るチャンスがなかったんです。今すっごく緊張してます。最近はこのポッドキャストをするために日本語の映像もよく見てますが、まだ始めたばっかりの YouTuber なので、ちょっといろいろ足りないところが目立つかもしれないんですが、理解して聞いてくださるとありがたいんです。私は始めたばかりの YouTuber なので、もっと多くの方々に出会うためにいろいろ試してみたいと思うし、特にこのポッドキャストを通して日本の皆さんと日本語に興味を持っているいろんな方に出会いたいと思います。だからこのポッドキャストを聞いている皆さんから多くの応援が必要です。これから私が第2、第3のポッドキャストで皆さんとまた会えるように、登録といいねボタンを押すことを忘れないでください。皆さんのクリックが大きな力になりますので、よろしくお願いします。さあ、これからはちょっと個人的な話をしたいと思います。どうしてノマリンは日本語ができるのか気になる方もいるんですよね。私は大学で日本語を専門として勉強しました。大学時代に東京で2ヶ月ぐらい語学校に通ったことがあるし、あと大阪で交換留学生として約1年間ぐらい勉強しましたね。10代から日本文化にハマってって、アニメやドラマ、映画とかをめちゃくちゃ見たんです。漫画とか本もよく読んだりして、別に何を話そうか考えなくても普通に喋れると思います。それと日本語で話すのが本当に好きで、日本語なら 2,3 時間を喋っても全然疲れないんです。外国語を勉強した経験がある方ならもう知ってると思うんですけど、特にアニメとかを見ながら日本語を勉強するときは注意することがあります。私の弟は日本のアニメの大ファンなんです。だから本当にいろんなアニメを見たんですけど、結論から言うと、今弟の日本語って本当に下手です。なぜかというと、うちの弟は日本語の基礎が全然ないってこともあるんですけど、例えばワンピースとかを見ているうちにいつも字幕付き
だから字幕を見るだけですよね。そしたらそのシーンと字幕だけを読む、それに忙しいんですよね。結局うちの弟がなんかワンピースを見て覚えてるセリフっていうのは、この野郎とかぶっ飛ばすとかぶっ殺すとか、そういうことしかないんですよね。普通会話するときにこんなのは全然使えないんですよね。だから日本語が上手になりたいと思う方は、できれば日常生活素材のアニメとかドラマを見た方がいいと思います。最初は子供向きのアニメから始めた方がいいと思います。アニメの中でもいろんな種類があるんですけど、よく勧められるのが隣のトトロですよね。私が個人的に好きでおすすめしたいと思うアニメはちびまる子ちゃんです。なんか韓国にもアンニャンジャドゥヤという、ちょっと似ているようなアニメがあるんですけど、このちびまる子ちゃんは子供用だから、綺麗な言葉遣いしてますよね。そして学校で友達との会話、あと家族との日常会話など、いろんな状況での会話を学べることができるから、字幕なしでもそこそこいけるんじゃないかなって思います。特にまだドラマを見るのはちょっと無理だなって思う方がいらっしゃったら、ぜひちびまる子ちゃんを見てください。ちょっと話変わるんですけど、これからポッドキャストを通して皆さんといろんな話題を話してみたいと思いますけど、私が最後に日本に行ったのが2017年です。だからなんか私が知ってる情報っていうのはあんまり最新ではないんですよ。私の留学時代っていうのは、10年も前のことですよ。このポッドキャストを通して話したいのは2000年代の90年と2000年代の日本文化とか、私が経験した日本文化とか、私が日本で住んでた時の話とか、あとは日本語を私がどうやって勉強したのか、そういうコツとかも話したいと思います。このポッドキャストのコンセプトといえば、隣に住んでいる韓国の恩人が2000年代の日本のことを思い出しながら、おしゃべりするっていうことです。友達の話を聞く感覚で聞いてくださるといいと思います。そういうことで私個人の経験と日本語勉強の話が、主な主体になると思うんですけど、もし気になることとかこんなことも話してほしいっていうのがありましたら、ぜひぜひコメントで聞かせてください。今日は初めてのポッドキャストなので、こんな感じで喋ってみたんですけど、皆さんいかがでしたか？実はこの前にも何度も録音して、どっちの方がもっと聞きやすくてもっと面白いかなっていろいろ悩みながらやってますけど、一応私は友達と電話でおしゃべりをするっていう、そういう感じでやっていきたいと思います。もし皆さんいい意見がありましたら大変参考になりますので、ぜひぜひ聞かせてください。ではここまで聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございます。次回からは私の思い出めくりに一緒に同行してください。あと登録といいねのボタン押すことも忘れないでください。ではまた会いましょう。今までノーマリンのポッドキャストのノマリンでした。